究極のモビルスーツと呼ばれる機体 LM314V21V2 ガンダム。V2 ガンダムは1993年から1994年にかけて放映されたテレビアニメ「機動戦士ビクトリーガンダム」の後半に登場し、主人公ウッソエビンが登場します。宇宙世紀王153の末期に開発され、最終決戦であるエンジェルハイロー攻防戦まで大活躍しました。機動戦士ビクトリーガンダムの世界観としては、宇宙世紀王153の出来事であるザンスカール戦争が描かれています。宇宙世紀王140、機動戦士ガンダムシリーズの世界を描く宇宙世紀において、絶対的な力を誇っていた地球連邦政府は形骸化し、宇宙に存在するスペースコロニーの各サイドは、連邦政府の統制を離れ、それぞれ独自の道を歩み始めていました。各コロニーがそれぞれの動きを見せる中、サイド2に存在するザンスカール帝国は、ギロチンによる恐怖政治と救済と医者を基調とするマリア主義を掲げて、急激に民衆の支持を獲得し、勢力を急拡大させていました。その中で、ザンスカール帝国は、ベスパと呼ばれる帝国軍を組織し、地球侵攻へ向けて攻略軍を派遣します。その動きに対し、宇宙世紀王153、反ザンスカール帝国を掲げる組織、リガミリティアが抵抗作戦を展開するという流れで、ストーリーが進んでいきます。ウッソエビン、ビクトリー2、いきます！ V2 ガンダムは、劇中前半の主人公機でもある、ビクトリーガンダムの後継機になります。V2 ガンダムは、圧倒的な戦力数の差を覆せるだけの性能によって、戦局をリガミリティアへ傾けるという思想のもと、宇宙世紀王153に至るまでの技術を結集させた最高性能のモビルスーツです。V2 ガンダム開発において、リガミリティアが戦局的に有利なので勝ち馬に乗るという思惑から、アナハイムエレクトロニクスとサナリーが積極的に技術支援を行ったとされています。また、開発には搭乗パイロットであるウッソエビンの母親、ミューラ・ミゲルが関わっています。ミューラ・ミゲルはリガミリティア創設機のメンバーであり、元サナリーの研究者です。宇宙世紀王136、機動戦士クロスボーンガンダム、鋼鉄の7人にて、サナリーの月面開発研究所で、ミノフスキードライブのテスト機である F99 レコードブレーカーの開発に携わっていました。最終的に F99 は木星帝国の攻撃によって破壊されてしまいましたが、一から光の翼を完成させるとして、改めてミノフスキードライブが開発され、V2 ガンダムに搭載されました。なお、機動戦士ビクトリーガンダムの劇中では、戦争の凄惨さを表す人物の一人として描かれています。V2 ガンダムの最大の特徴であるミノフスキードライブユニットとは、ユニット内にミノフスキー粒子を高圧縮し、任意の方向に開放することで、その反発によって推進力を得る推進システムのことです。ミノフスキードライブは、宇宙世紀王153の技術をもってしても、完成品という状態にまでは至らなかった、ある意味夢のシステムでした。それでもミノフスキードライブを実装したのには3つのメリットがあったからです。まず1つ目は、そのスペックは測定不能とされるほどの推力を発揮できることです。劇中では海底都市アンダーフックの海上において、ドッゴーラが切り離した約100トンのテールラッドの回転に巻き込まれる中、磁気の推力のみで急停止させ、攻撃を回避するという離れ技をやってのけています。V2 ガンダムの本体重量は 11.5 トンなので、その10倍近い重量のテールラッドの高速回転を止めるという、とんでもない出力となるのです。また、エンジェルハイロー攻防戦中盤では、大気圏を下降中のエンジェルハイローから、自力で地球の重力を振り切って母艦へ帰還するという、重力を無視するかのような強大な推進力を見せています。2つ目は、推進剤を使用しないことです。ガンダムの宇宙世紀という世界観では、すべての動力源として、ミノフスキーイオネスコ型熱核反応炉というものがあります。これはいわゆるジェネレーターで、この核反応炉に、木星でのみ採取可能なヘリウム3を反応させることで推進力を得ることが可能です。しかし、V2 ガンダムは、ミノフスキードライブの内部で力場を生成し、その反発力を利用して推進力を得ることが可能です。現代で例えるなら、ガソリンで走る自動車と電気自動車の違いと考えるのが分かりやすいかもしれません。V2 ガンダムは推進剤を使用しないことから非常に継戦能力が高いという運用上の利点があります。極端に言えば、パイロットの体力や機体内の酸素がある限り戦闘を続けることが可能です。また、推進剤を必要としないため、
そのスペースを他の機能に割り振る、あるいは機体の軽量化につなげることも可能なので、拡張性が高くなっています。劇中の最終決戦では、ジャンヌ・ダルクから早朝に出撃して、激戦後は翌朝の朝日が差し始めていたことから、ほぼ24時間連続の戦闘を行ったとされています。機体の継戦能力もさることながら、徹夜で戦い抜いたウッソの集中力も特筆すべき点ではないでしょうか。3つ目は管制制御機能の向上です。従来のバーニア噴射と異なり、姿勢制御や管制を緩和することができるので、20G の殺人的な軌道ですが、負荷を減らして操縦可能とされています。劇中では、高速軌道のまま、ほぼ直角に軌道変更したり、予備動作なしで、瞬時に静止するといった、従来のモビルスーツでは、不可能な変速軌道も可能になっています。そのため、V2 ガンダムと戦闘したカテジナに、V の字の残像を残して消えたと言わしめるほどの超高速軌道を行っています。ちなみに、殺人的な軌道ならぬ殺人的な加速で、おなじみのトールギスの最大加速度は 15G と言われています。もし、ガンダムウィングの世界のパイロットが V2 ガンダムに登場したら、さらに無茶な運用方法をしていたかもしれません。このような3つのメリットを持つミノフスキードライブですが、出力上昇とともに背部に出現する光の翼という欠陥が存在します。これは、ドライブユニットに封じ込めきれなかったミノフスキー粒子が放出されたものであり、過電粒子ビームとしての性質を持つものです。光の翼は、片翼 1km に及ぶ対艦用大型ビームサーベル、あるいは小隊用大型ビームシールドとして使用するという活用法もあります。ただ推進装置であるミノフスキードライブからすれば、推進力として転化できなかった無駄なエネルギー消費であり、長大な発光ビームを生じることによって、敵軍に位置を悟らせてしまうという、モビルスーツ運用上の弱点を抱えています。また、翼の周囲、両翼間のアイフィールドを乱すという特徴があります。敵機だけではなく、遊軍機のアイフィールドも乱すので、最悪の場合、ミノフスキー効果を利用して浮遊している遊軍機の飛行を阻害してしまうということも考えられます。しかし、劇中では、パイロットのウッソが卓越した技能とセンスを持ち合わせていたため、V2 ガンダムの操縦を習熟して、光の翼をある程度任意に発生させられるようになったことで、攻防一体の武装として多大な戦果を残しています。特に、エンジェルハイローの最終決戦時には、光の翼をビームシールド発生機で取り込むことで、機体全体を覆う強力な防御壁として使用するという、卓越したセンスを見せました。V2 ガンダムの武装としては、非常にベーシックな装備で汎用性が高いことが特徴です。ビクトリーガンダムが使用しているビームライフルやビームサーベルを強化したものが装備されていますが、戦闘において特出したアドバンテージがある武装というわけではなく、機動性こそがモビルスーツの最大の武器であるということを体現した機体となっています。しかし、拠点攻略などの際には、大火力の兵装に頼らざるを得ないケースもあります。そういったケースに対応するために開発されたのがオプションパーツです。V2 ガンダムは、重砲撃支援オプションパーツを装備した V2 バスターガンダムと高機動強襲オプションパーツを装備した V2 アサルトガンダム、そしてそれら2つのオプションパーツを装備した V2 アサルトバスターガンダムという派生形を持ちます。まずは V2 バスターガンダムですが、重砲撃支援というコンセプトで考案され、最大の特徴はロングバレルのメガ粒子砲であるメガビームキャノンを装備しています。遠距離から戦艦のビームシールドを貫くことも可能な巨砲で、威力と射程においては V2 最強の兵装です。ミノフスキー粒子化における戦闘では、ミノフスキー粒子が減衰することや、ビーム核弾幕の存在により、遠距離からのメガ粒子砲による砲撃はナンセンスとされていました。しかし、V2 バスターガンダムとウッソの卓越した技能で、遠距離からの砲撃に成功し、戦艦を撃沈させるという戦果を残しています。バスターガンダムのロングレンジキャノンを試してみる。また、敵機に中近距離まで接近された場合の迎撃武装としてスプレービームポッドが搭載されています。劇中でウッソは広範囲の敵機をなぎ払うため積極的に使用していました。こういった重武装を装備する場合、機動性の低下を防ぐために追加のスラスターを装備するのがモビルスーツ開発のセオリーです。しかし V2 ガンダムにおいてはミノフスキードライブによってもたらされるあまりある推力によって機動性が確保されているため、スラスターの創設は不要という V2 特有の設計となっています。次に V2 アサルトガンダムです。
高機動強襲をコンセプトに考案されたオプションパーツで、機動性と被弾を想定しての防御力の強化を主眼に開発されています。これはリーンホースジュニアに登場していたローメカニックたちが現場開発で完成させた装備です。そのため V2 ガンダム本来のオプション計画ではなく、ウッソエビンと長期にわたって戦場を共に過ごしてきたスタッフたちがウッソの生還のために製造した装備でもあります。特徴としては、金色のタイビームリアクティブアーマーやアイフィールドビームバリアによりビーム攻撃に対して驚異的な防御性能を持つことです。リアクティブアーマーはタイビーム性能だけではなく実弾兵器に対する装甲の役割も果たすため、劇中ではネメカ隊の対モビルスーツバズーカ攻撃に反応し自壊することで V2 ガンダム本体へのダメージを最小限に抑えています。ただしこのネメカ隊、通称裸のお姉さんたちはウッソと視聴者の精神を疲弊させるには十分すぎるダメージを与えました。またガンダムガイ図鑑によれば、両肩にはアイフィールド発生機が搭載されています。過去にサナリーが開発したクロスボーンガンダム X1 フルクロスの装甲に近い構造となっており、機体開発時にサナリーが技術協力を行ったと思われる名残が見受けられます。また取り回しに優れるも高火力なメガビームライフルや取り外しての使用も可能な用具に搭載されたベスガーといった火力強化武装を所有するほか、防御兵装としてメガビームシールドも装備しています。メガビームシールドは3機のバリアビットを展開して大面積のビームシールドを展開します。劇中では戦艦の主砲を上回る出力を誇るザンネックのザンネックキャノンを防ぎきるほどの高性能防御兵装です。ただしバリアビットは大気圏内で自重を支えるだけのスラスター推力を持っていないため、重力下では実体盾として使用されます。最後に V2 アサルトバスターガンダムです。長距離支援用のバスターパーツと中距離での高機動戦闘用のアサルトパーツは戦術的に両方同時に使用することはないと考えられていました。また通常のモビルスーツであれば武装を増やした場合、機体重量が増加して機動力が低下するという問題が発生するのですが、 V2 ガンダムはミノフスキードライブが搭載されたことで機体重量の増加という問題点がクリアになったため、両方のオプションパーツを装備することが可能になりました。両方のオプションを装備した V2 アサルトバスターガンダムはエンジェルハイロー攻略作戦後半、衛星軌道上の要塞の地球降下阻止作戦において実戦投入されています。最終的にはほぼ短期でエンジェルハイロー守備艦隊と交戦し、戦略目標であるエンジェルハイローの陥落を成し遂げるという驚異の性能を見せつけました。 V2 ガンダムは本来は光の翼という欠陥を持つ機体のはずでしたが、ウッソが天才的な操縦センスによってその性能を遺憾なく発揮し、一騎当選の活躍を見せたからか、各種媒体で宇宙世紀が生んだ究極のモビルスーツとも呼ばれています。機動戦士ビクトリーガンダムという作品は、当初は工場をめぐってパーツを取得するという演出を取り入れるなどの流行の RPG の要素を取り入れ、幼馴染のシャクティや憧れの女性カテジナを守るためにガンダムに乗って戦うという活劇として描かれていました。しかし物語が進むにつれ、宗教的な背景を持つ戦争というテーマに比重が置かれるようになったため、残酷な描写が増えていった作品でもあります。富野義行監督は本作について、この作品は全否定したいと思っています。何がダメなのか探してください。と、ブルーレイボックス向け公式コメントで述べています。ただ、機動戦士ビクトリーガンダムは、全体的なストーリーとしてはまとまっており、面白い箇所も多い作品ではないかと思います。しかし、それが霞むほど狂気を含んだシーンが多い作品に仕上がったのもまた事実。おかしいよ、おかしいですよ。余談ですが、前期エンディングテーマソングであるウィナーズフォーエバー勝利者よという曲は、当初は同年公開の映画仮面ライダー ZO のためにロックバンドインフィックスが用意した曲でした。しかし歌詞の一部がストーリーに合わないという理由で主題歌から外された後、富野義行氏も目に留まり、タイトルと歌詞の一部を変更して機動戦士ビクトリーガンダムのエンディング曲になったという逸話があります。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。